Hi, how are you? こんにちは、みずきです。皆さんお元気ですか？はい、ありがとうございます。私は今日も元気です。はい、日本はですね、今日の夜ぐらいから明日のお昼ぐらいにかけて台風が来る予定になっています。日本って言っても場所によって来る時間帯は変わってきますので、私が住んでいる愛知県ではっていう話にはなるんですけど、愛知県では今日の夜ぐらいから明日のお昼ぐらいにかけて台風が来るっていうのをニュースで言っていました。なのでちょっと心配していますね。今日はね、もう夜寝てぐらいからの時間になるかなとは思うので大丈夫だと思うんですけど、明日の午前中いっぱいぐらいは外に出るのはちょっとやめた方がいいんじゃないかなって予想しています。はい。でも台風のスピードってすごくよく変わるので、ね、気づいたらもう朝起きたら台風は過ぎちゃってて全然晴れてたっていう場合もありますし、その逆で思ったよりスピードがゆっくりになっちゃってお昼ぐらいには雨が止むんじゃないかなって言われていたけど、夕方ぐらいまで伸びちゃったりとかそういうこともあるんでね、ちょっと読めないんですけど、はい。明日の午前中は散歩に行くのはちょっと無理そうかなっていう感じです。はい。皆さんの地域はどうですか？台風とかはよく来ますか？もう日本は6月に入ってくるとやっぱり梅雨の時期になっちゃうので雨も多くなるんですけど、夏とか秋に入るぐらいにかけて台風も増えていくので、ちょっとねそういう雨の日が多くなっちゃうかなと思います。みずきです。チャンネル登録お願いします。はい、ということで今日はですね、私が一人で話すポッドキャストです。今日話したいテーマは全然嬉しいことじゃないんですけど、皆さんに聞いてもらおうかなと思ってこの話に決めました。ということで今日のテーマは歯医者で親知らず抜いてきますです。はい。もうね、すっごい嫌なんですよ。皆さん親知らずって聞いたことがありますか？英語だと wisdom teeth って言うと思うんですけど、日本語では親知らずって言います。大人になってから生えてくる一番奥の歯ですね。確かね、昔はその寿命とかも短くて、で親がその子供の一番奥の歯を見ることがなく死んでしまうっていうこともあったので、親が知らない歯っていうので親知らずっていう名前になっていたかと思います。はい、以前ねそうやって読んだんですけど、もし違ったらすいません。はい、そういう名前の親知らずなんですけど、皆さんは親知らずありますか？そして親知らず抜きましたか？私はですね、今27歳なんですけど、去年ぐらいからやっと一つ親知らずが生え始めたんですよ。で、人によっては上下で4本あるよっていう人もいれば、全く1本もないよっていう人もいると思いますし、人によってね本数は違うと思うんですけど、私の場合は上の親知らずは全くありません。で下の2本はあります。はい、歯医者さんでねレントゲンとか撮るとその歯の写真が見えるので親知らずがあるかどうかってわかると思うんですけど、結構前にそれで見た時に上はないですねって、で下に2本ある形ですねっていう感じだったんですよ。それで、全然生えてなかったので、見えない状態だったので、そして痛くもないし何も問題がなかったので、特に抜かずに過ごしていたんですよ。なんですけど去年かもう少し前ぐらいから右下の親知らずの頭がちょっとずつ見え始めてきて、で
特に痛みとかはないんですけど、その親知らずとその隣の歯の間の隙間がちょっとあるんですよね。でこれが微妙な隙間なので、なんかここに食べ物が詰まって取るのがめんどくさかったりとか、そう歯磨きをねすごく丁寧にそこだけしないといけなかったりとかしてちょっと大変だったし、少し心配もあったので歯医者さんに行って見てもらったんですよ。そしたらやっぱりね、食べ物も詰まりやすいし、やっぱり親知らずは虫歯になりやすい歯なので、そこがもし虫歯になって、でその隣の歯もね一緒に虫歯になっちゃうとちょっと良くないよねっていうことで、じゃあ親知らず抜きましょうっていう話にねなっちゃったんです、ついにでそれをついに今日抜いてきます。ついに抜く日が来ちゃいました。なんか親知らずの生え方によってもその大変さとかがいろいろ変わりますよね。でまっすぐ他の普通の歯と同じようにまっすぐ生えてる親知らずだったらなんかねそんなに大変じゃないらしくて、もうスポッて上に抜けば終わるし、その後もあんまり腫れたりとか痛みとかなくね過ごせるっていう話は聞いたことがあるんですよ。なんですけど私の場合はもう残念なことに横向きに生えてるんですよ。そう右から内側に向かって横向きに生えてて、でこの頭の部分がちょっと今見えてるみたいな、それ以外は歯茎の中にあるんですよね。なのでちょっと歯茎を切ったりとかで、そのままだと歯を取り出せないらしいので、歯を半分に切ってからよいしょよいしょって取ったりとかね、そういう切るっていうことが必要になってくので、そういう感じだとその後ねほっぺがすごい青く腫れたりとか、話しづらくなったりとかね、食べづらかったりとか、もちろんずっとじゃないですけど、その後数日間はちょっとね大変だよっていう話をよくね聞くんですよ。なのでそんなこと言われたらね怖いじゃないですか。めちゃくちゃ怖いんですよであとあんまり病院が好きじゃなくて、病院が好きだよっていう人もあんまりいないと思うんですけどね。その中でも病院が嫌いなんですよ。でもね片頭痛持ちだったり花粉症だったりして頭痛クリニックとかあと耳鼻科とかよく行くので、病院にはよくお世話になる方だと思うんですけど、でもあんまり好きじゃないんですよなんかその病院のね待合室で長時間待ってると謎に気持ち悪くなってきちゃったりとかしてね、で時間があればちょっと外に行って空気を吸って戻ってきたりとかね、リフレッシュしてね、そういうこともあるし、あとはその病院の雰囲気も苦手なんですけど、それプラス注射とかそういう痛みとかも苦手なんですよ。で確かね中学生ぐらいの時だったかなと思うんですけど、インフルエンザの予防注射をその頃はまだ毎年打ってたんですよ。でもそのね注射の痛くて嫌だっていうよりかは、なんかその針が皮膚に刺さってその感じでなんか気持ち悪くなっちゃうっていうことがあって、で1回か2回だったかなと思うんですけど、そう注射を刺して終わったらなんかすっごい気持ち悪くなってきちゃって、ちょっとやばいですってなって、で次気づいたらベッドの上だったみたいなね、そう病院のベッドの上で寝かせててくれたんですけど、そう気持ち悪くなって意識がなくなっちゃってベッドの上にいたみたいな、そういうこともあったんですよ。っていうぐらいなんか病院の雰囲気とあと病院でのなんか痛みのようなものにちょっとね弱いんですよ。そうなので今から行くその歯医者さんもすごい怖くて、歯医者の麻酔はねもう慣れたので大丈夫なんですけど、やっぱり歯医者さんってすごい音がね大きかったりとかするし、あともし麻酔が効かなくてめちゃくちゃ痛かったらどうしようとかね、もともと心配性なこともあって、
普通の虫歯治療とは違うし、親知らずを抜くのも初めてだし、そうなのですごく怖いです。恐怖です今。はい、ということで歯医者に行く前に今動画を撮ってます。そして歯医者が終わって帰ってきてから、もし話せる状態だったらどんな感じかっていうのをね、ちょっとだけ動画撮れたらいいなって思ってます。はい、それでは私は勇気を出して今から歯医者に行ってきたいと思います。皆さん応援していてください。それじゃあまた終わった後に戻ってきます。多分。じゃあまたね。はい、皆さんただいま帰ってまいりました。ちょっとですね、ジンジンしてて痛いので、あまり口を大きく開けることができないので、ちょっとね声が小さくなるかもしれないんですけど、頑張って聞き取ってくれたら嬉しいです。なんかそんなに痛いならね、無理して動画撮らなくていいんじゃないかなって、休んでた方がいいんじゃないかなって思うですよね。私もそう思うんですけど、謎になんか根性で動画を撮りたいっていう気持ちがあるので、ちょっとねあんまり笑えないし口を大きく開けれないんですけど、このねマイクの力を借りてなんとか話そうかなって思って今撮っております。はい、頑張って耐えて帰ってきましたので、皆さんもこの機会に歯医者とか病院で使うような日本語の単語をね覚えられたらいいんじゃないかなと思いますので、ぜひどうか最後まで聞いてくれたら嬉しいです。どんな感じだったかをちょっと話したいと思います。まずですね、私は最初に言ったように病院でいくつかのトラウマがあって、その中ね、病院で注射をするとか歯医者で歯の治療をする時にね削るとか、そういうのが結構怖いんですよ。ビビりですね。で今回は特にいつもの虫歯の治療とかそういう普通の治療とは違って、親知らずを抜くっていうすごいね大掛かりなことをやるっていうことで、いつもよりね怖いじゃないですか。でもしね怖すぎて緊張して意識が遠くなっちゃったら、ちょっとそれはね逆にお医者さんに迷惑かけるかなと思って、でイヤホンでね好きな音楽を聴いてたらちょっと気持ちが楽になって大丈夫なんじゃないかって思ったんですよ。それで行く前に調べてみたんですね。インターネットで親知らずを抜く時にイヤホンをしてもいいかどうかって調べたら、結構なんかそういうのを許可している歯医者さんは多いですよって出てきたんですよ。よかったと思って、私が行く病院が大丈夫かどうかは分かんなかったんですけど、そう歯医者に行って、その治療前にスタッフさんに聞いたんですよ。イヤホン片耳だけでもいいのでしてても大丈夫ですかって聞きました。そしたらそのスタッフさんも大丈夫ですよって言ってくださって、そうね、私の親知らずを抜くのが右側だったので、ね、治療するのが右側だし、先生が話すのが右から聞こえればいいよっていうことで、左耳だけイヤホンして好きな音楽を聴いてもいいっていう許可をもらいました。いやー安心しましたね。なので治療が始まった時からもうイヤホンして自分の好きな曲を聴きながら、で右耳ではもちろんねお医者さんの指示を聞いて言われた通りに口を動かしてってやってました。いやー、そしたらやっぱりですね、いつもの歯医者より気が楽でしたね。削る音とかすごいじゃないですか。ウィーンっていうね高い音とかあると思うんですけど、そっちよりもその曲に集中するようにしてたら、そんなになんかそれでも怖かったですけど、いつもよりは怖くなく
安心してちゃんと意識も保つことができましたので良かったなって思ってます。でそうさっきも言った通り私の親知らずはまっすぐじゃなくて横に生えてたのでなので最初に麻酔をして痛みを感じなくするようにしてその後に自分は中を見てないので実際にどういうことが行われてたのかはそんなに詳しくはわからないんですけど指示を聞いてた限りではまずウィーンってちょっとずつ削ってで力をかけて歯を割ってで削って割って削って割ってっていう感じでちょっとずつ歯を小さくして取ってました。で最後に見せてもらったんですけどその歯はね4つか5つぐらいに小さく割れてましたね。多分まっすぐ生えてる人だったらもうそのままスポッて抜いて1つの歯だけだと思うんですけど私の歯は横に生えてたので割って4つか5つぐらいに小さく分かれてました。でもそこの歯医者もですね私の家からなんと歩いて2分で着くんですよ。めちゃくちゃ近くてね痛くても歩いてすぐ帰れるのでそれも良かったですしあとそこのね歯医者さんが結構優しくて親切な方なんですよ。今日もね途中で大丈夫ですか痛くないですかってちょっとずつ確認しながら進めてくださって幸いなことに麻酔もちゃんと効いて全然その治療自体は痛くなかったですし途中であと先生が順調に進んでますからね大丈夫ですからねって声をかけてくださったりとかもう本当にね優しい先生であと本当に技術も高くて上手な先生だったので安心しました。家から歩いて2分のところにそんなにいい歯医者があるっていうのはね嬉しいなって思いましたね。で予想はしてたんですけどやっぱり親知らずを抜くっていうのはいつもの普通の治療よりお金はめっちゃ高かったです。言われてたので、覚悟はしてたんですけど8600円ぐらいかかりました。なんか普通の治療だと高くても2000円とか行って3000円とかだったので8600円、ちょっと高いですけどしょうがないですね。すごい大きなことやったんでね。であと明日また行かないといけないんですよ。親知らずを抜いた次の日に消毒をしないといけないらしくて明日行きますもう一回。でその後は歯を抜いたのでその後に縫ったんですよね。でその糸が残っているのでその糸は2週間後ぐらいに抜くって言われました。なので明日の消毒と2週間後のその糸を抜くのであと2回今月行かないといけないです。なので私はもう今月歯医者だけで病院貧乏になりそうなぐらいですね。しょうがないんですけどというのが今日の様子でした。ちょっと痛々しいかもしれないんですがこんな動画でも見てくださった方本当にありがとうございます。見た目だとねまだあんま分かんないんじゃないかなと思うんですけどなんか奥の方がジンジンして痛かったのでもう帰ってきてすぐ痛み止めは飲んじゃいました。でなんか腫れたりとかするのは2日後がピークっていう風にいろんなところで読んだのでその間ねなんかうまく話せなかったりとかあとすごい腫れてて見た人がびっくりしちゃうかもしれないなって思って明日と明後日だけはいつもの日本語のオンラインレッスンをめちゃくちゃ少なく制限しました。もともと予約入れてくださった方だけにしてそこ以外の時間は全部お休みにしたのでゆっくり休みたいと思います。最近ワンピースのアニメは最新話まで追いついたので今度ナルトをですね1話から見てるんですよ。ナルトも子供の頃に全部見たり漫画で読んだんですけどそれも忘れちゃったのでじゃあ次はナルトを見ようということでナルトをねまた最初から見てますので
休んでる時にナルトをたくさん見ようかなって思ってます。はい、こんな感じで、暗く終わってしまって申し訳ないんですけど、皆さんどうか私のほっぺたが腫れないように、そして早く傷口が治るように祈っててください。はい、皆さんは親知らずをもう抜きましたか？よかったらその経験とか何かアドバイスがあればコメントしてくださると嬉しいです。はい、いつもはねエンディングとかは特に元気いっぱいハッピーな感じで動画を終わってるんですけど、今日だけはお許しください。逆に皆さんからエネルギーをください。お願いします。はい、という感じでいつも通りですが、チャンネル登録とグッドボタン、コメントよろしくお願いします。チャンネル登録者2000人目指していますので、どうかご協力よろしくお願いします。はい、それではこんな動画にもかかわらず見てくださった皆さん、本当に本当にありがとうございました。本当はですね、明日とか明後日とかもっと晴れてきたらなんかその様子も動画を撮ろうかなって思ったんですけど、やっぱりね、あんまり話しすぎると傷口が開いて良くないかなって思うので、明日明後日は休むことにして、この動画は今日で終わろうと思います。はい、それでは改めてここまで見てくださった皆さん、めちゃめちゃ優しいです。本当にありがとうございました。それではまた皆さん、次の動画では元気にお会いしたいと思います。それじゃあまたね。See you later. バイバイ。